お月さんのものとする。だ逆言うと怖いですよね。なんか月が最近気になるな、月めちゃくちゃ興味あるんですよねっていうのは。どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ今回は投稿階段。いや本当に皆さんたくさん送ってくださいましてね、ありがとうございます。いや今回もびっくりしちゃいました。いやこういうことってあるんだな。いや本当に皆さん不思議な体験たくさんされてるんですね。珠玉の、今回5本紹介させていただきます。ぜひですね、今回紹介をさせてもらった方、概要欄の方にメールアドレスがあります。そちらの方にですね、ステッカー係と書いて連絡先送ってください。番組のですね、特製の2枚組のステッカー送らせていただきます。で引き続き皆さんもね、不思議体験ありましたら、どしどしこちらのメールアドレスの方に送ってください。よろしくお願いいたします。さあどんどんいきたいと思います。まずね、こちらペンネームトミックさん、女性の方ですかね。はい、いやちょっとびっくりしましたが、このお話まずは聞いていただきます。はじめまして、いつも楽しみに見ています。この話はもう20年以上前に体験をしたお話です。私は30代の頃、健康食品の会社に勤めていました。毎日テレアポで健康食品を販売するんですが、元になる名簿はなく、県と市町村を決めたらあとはひたすら一から順番に電話をしていく、そんなやり方でした。大変ですね。だからもう今回はこの地域って決めたらもうね、最初の市外局番とここ、あとはもう0001、0002、0003とかって言ってもね、ずっと一から順番に電話をしていくっていう、もちろん相手が誰かは分からず、どこにかけているかも分からず電話をしていたので、いろんなトラブルもありました。そんなある日なんです。いつものようにテレアポ電話をすると、ちょっといつもとは違ったところに電話をかけてしまったようなんです。普通だと「はい〇〇です」とかね出るんでしょうけども、電話の向こう側、ここはダムの横にある公衆電話だよと電話の相手から言われたんです。もともと公衆電話も電話番号が決まっており、よく間違えてかけることが多かったんですが、この時ばかりはいつもの間違え電話ではなかったんです。というのも、ここは公衆電話ですよと出てくれた女性なんですが、話していると「私今からそうするところなんです」と言われたんです。焦って何とか落ち着かせようと仕事も忘れ、いろいろ話しましたが、今からこの景色がいいダムからと意志が固く、何とか思いとどまってくれないかと一生懸命に話すのですが、ダメだったんです。たまたまそのダムの近くの公衆電話にかけてしまった。するとそこで今から命を絶とうと思っていた方がいて、その方が電話鳴ってると思って電話に出てくれたという、そういう電話だったわけですね。いろいろ説得をしたんですが、結果最後に女性から「あなたともっと早く知り合えればよかった」そう言われ、次の瞬間に電話が切れました。私は心配で心配で、その地区の警察に今からダムでようとしている女性がいるということを110番通報したんです。そして翌日、私のところに警察から電話があり、結果報告を受けました。その結果というのは、それらしき女性の遺体が発見されたという電話でした。間に合わなかったこと、私が説得できなかったことを後悔しながら、その日は仕事を終え帰宅しました。この後なんです。今でも信じられないんですが、その日眠りにつくと夜中に金縛りにあったんです。目は開けられたので部屋の時計を見ようと思い、目を見やると、そこに見たことのない女性が立っていたんです。そして金縛りで動けない私の枕元まで近づいてきて、最後に「あなたとお話ができて幸せでした」そうつぶやかれたんです。
昨日の電話の女性だと分かり、警察からの報告も聞いていたので、ただひたすらすいませんでした、すみませんでしたと謝っていると、ふと金縛りも解け、女性も消えていました。それから3日間同じ現象が続き、さすがに自分もダムに連れて行かれると思い、お寺に行きお祓いをしてもらい、お札をもらって部屋に飾ったところ、その日から金縛りに会うことはなくなりました。今でもはっきりと女性の声、そして顔は覚えています。まあね、そうやって最後命を絶たれるっていう直前のね方と話をするってなると、なんとかできなかったのかなとか、後悔してしまう気持ちもわかるんですけれども、ただ最後にね、あなたともっと早く知り合えればよかったっていうふうに言われた。そして枕元では最後にあなたとお話ができて幸せでしたというふうにね言われた。その後ね金縛りがたくさん続いたので、ちょっとお祓いをしてもらったということなんですが、でもね、本当に最後一生懸命お話をされたこと、きっとね本当にお礼を言いたくなるぐらい嬉しいことだったんでしょうね。だからすいませんでした、すいませんでしたなんて謝るなんてことをね思わないでいただけたらななんていうふうにも思いますが、ちょっとねこんなことあるんだなと思う、本当に不思議なお話ありがとうございました。さあ続いてペンネームはないんですけども、これもちょっとすごい話ですね。この話は一コアになります。昨年7月末の出来事なんです。最近ですね。私の娘が週末だけ夜の飲食店でバイトをしていまして、帰りは深夜になるのでタクシーを使っているんですが、いつも通り近くに停車しているタクシーに乗り込み、〇〇までと伝えると、走り出した瞬間、何かかなり大きな音と何かに乗り上げたような、ぶつかったような揺れがあったという。私の娘も寄っていたので、ヘラヘラ笑いながら運転手さんにもしかして人じゃないですかというふうにふざけて言ったそうなんです。ただ運転手さんは無反応でそのまま運転を続け、自宅近くに着き下車し帰宅をしたんです。次の日何気なくテレビを見ていると、近所で昨晩があったというニュースをやっていました。テレビに映った現場があった時間帯を考えると、もしかして昨日乗ったタクシー？万が一と思い警察に出頭し、昨晩タクシーに乗って通った道、時間帯、何かにぶつかった衝撃、そして音などの話をすると、やはり昨晩乗ったタクシーが違反だったことが分かりました。まさかお客を乗せて人を挙句そのまま何事もなかったように運転し続けているとは思いませんでした。冗談で娘は人なんじゃないですかと言ってしまったそうですが、口封じにどこかに連れて行かれていたかもしれない、そう思うと後からゾッとしました。残念なことに方は病院に運ばれましたが、お亡くなりになってしまったそうです。娘から後日話を聞いてとてもゾッとしたというお話です。もちろんね酔っ払っていてそんなわけないと思うんでね、その乗っていた娘さんにね何もないんですけども、ただ運転手さんはねもう明らかに分かっているわけで、本当にねそこですぐに救急車を呼んでっていうねしっかりとしたことをねされていたら亡くならなくていい命だったのかなと思うと、本当にちょっと残念でならないですけどもね。ただ娘さんからすると、まさか自分が乗っているタクシーがそんなことをっていう、本当にね、ちょっとゾッとするという、そんな体験ですよね。いやこんなこともあるんですね。いやちょっとびっくりしました。ありがとうございました。続いてペンネームみやみさんから送っていただきました。ありがとうございます。島田さんこんにちは。私多数の心霊体験があります。そして私の母も霊感があります。そして私は見える時と見えない時があるんですが、それはいつどこでスイッチが入るのかは分かりません。大阪の梅田駅から乗車し、心斎橋から乗車していた長い髪、白いワンピースを着た若くて細い
30代前後の女性が半透明で透けていたことがありました。私はと思いましたが、その女性は私の斜め向かいに下を向いて座っていました。彼女は髪が濡れているような感じがし、この世のものではないと確信しました。座ってますから私は気になりちらちら見ていたんですが、他の人が見えているのかは分かりませんでした。難波駅からたくさんの人が乗車してきた時に、彼女の上に乗客が座りました。彼女を誰も見えていないので、きっと空席に見えたんでしょう。実際空席だったということですよね。彼女と乗客が重なり合って、座っていました。やはり私にしか見えていないんだなと思いました。私は気になりちらちら見ていたんで、彼女と目が合いました。彼女はとても寂しそうな目をしていました。私はどうすることもできずに天王寺駅で下車をしました。彼女は私にどうして欲しかったんでしょうか。大阪在住でメトロによく乗りますが、あれ以降彼女には会っていません。彼女には成仏してほしいです。これが私の3年前の体験談です。そしてまだ心霊体験があるんです。それは二十数年前に体験をしました。美容院の帰りが21時、夜の9時を回り、駅に向かう道中の国道で真っ白の子猫が車にで腐敗していたんです。私は動物が大好きで、子猫がとてもかわいそうに思い、こんなことをしてはいけないのかもしれませんが、持っていたタオルで路肩に包み、自分にできるだけのことをし、近くに生えていたお花を供え、お経を唱え、手を合わせ、夜道を歩いて駅に急ぎました。言い訳になりますが、本当ならば適切な処置をすればよかったんですが、スコップもないしコンクリートでしたし、子猫を電車で持って帰ることもできなかったので、埋葬することも不可能でした。21時半ごろ駅に到着しました。その時間、タンクトップ、半ズボン、体は真っ白、まるで呪怨に出てくる男の子にそっくりな5歳ぐらいの男の子、駅のプラットフォームに足をかけてブラブラしてご機嫌な様子で座ってるんです。私は思いました。この世のものではない。そう分かったんです。なぜならこの季節にこの服装、この時間に子供が一人、しかも駅員さんが駅のプラットフォームに子供が座って足をプラプラさせてるのに注意しない。これはおかしいですよね。黄色い線の内側に座っているんです。ありえない光景です。もし電車がホームに入ってきたら足が切断されてしまいます。足を投げ出しているわけですからね。でも誰も危ないよとか注意をしないんです。人々は素通りし、たくさんの乗車待ちの人がいましたが、誰一人として彼を見ていませんでした。私は寒くないのかな、どうしたのかな、でも声をかけてはいけないと思いました。そうすると男の子は消えていなくなっていました。電車が到着しました。やはり男の子が気がかりで、私は電車に乗った後席に座り、窓をぼーっと眺めていると、駅のホームから男の子が満面の笑みで私に手を振ってきたんです。私も手を振り返すと怪しい人に見えるので、私は軽く微笑みだけ返しました。帰宅をし、霊感のある母にこの話をすると、白い子猫がありがとうと男の子に化けて、あなたにお礼を伝えに来たんじゃないのかなと教えてくれました。あの白い小さな子猫が成仏することを祈っています。そして15年前に3匹の子猫を保護し、現在は3匹に囲まれ幸せに暮らしています。最初の方のちょっとこの世の人ではないような女性がっていうことなんですけどもね、席に座ってるんですけど、その上に人が座ってくると重なり合うような感じになるわけですね。これよく言いますよね。この場合はね、そのところに人が座ったんですけど、満員電車でもギチギチみんな座りたいんだけどって時に、あれあそこ席空いてんじゃん、なんで誰もあそこ座らないのっていうポツンと空いてる席、そこには幽霊が座ってるんだって話よく聞きますよね。だからその目に見えてないんだけど座っちゃいけないんじゃないかとか、あと人によっては見えてるからとか
だからなんかね、席が空いてるのに座ってない場所っていうのはもしかしたらもうすでに誰かが座ってんじゃないかって話ありますけども、はい、だからそんな話を思い出しましたね。でもう一つの話、子猫ちゃん、すごくねかわいそうなことになっていたんですけども、できる限りもうその道のねその端の方にってことで、するとその後に真っ白な男の子がね現れて手を振ってるっていう、すごいですね。なんかこう猫の姿ではなく人の姿になって、はい、男の子の姿になってねお礼を言いに来たっていう、そんなこともあるんですね。いやちょっとなんかこうなんか何それこのチャンネルっていうかそのご投稿いただく方もそうなんですけど、優しい人多いですよね。なんか本当になんか素敵な人多いなというふうに今回なんかこの怪談を紹介させていただきながらですね、なんかこの視聴者さんやっぱりいい人多いんだなってことをすごく感じました。本当にいつもありがとうございます。続きましては、こちらペンネーム餃子4人前さんからいただきました。こちらも不思議ですね。はじめまして、私の少し怖い経験をお話しします。今からおよそ25年前のこと、ある自動車部品工場に勤めていました。でその日は遅番だったんですね。自動車で1時間かかり、深夜2時頃に自宅に帰ってきました。その日は12月中旬の冷たい小雨の日で、熱い風呂に入った後、自宅の2階の窓際で庭を眺めながらビールを飲んでいました。深夜3時頃になると赤ちゃんの泣き声が遠くから聞こえてくるんです。でそれがどんどん近づいてくるんです。そして我が家の駐車場ゲート前に小さな人影が来て、鉄のゲートを揺さぶり、泣きながら「開けて開けて」と叫び始めました。慌てて下に降りて玄関とゲートを開けて近づいてみると、白いブラウスに赤いスカートで裸足のまるでトイレの花子さんのような5歳ぐらいの女の子が全身びしょ濡れで立っていたんです。肩を抱くと氷のように冷たくて、とにかく早く助けたい気持ちで屋根付きの玄関アプローチに連れてきて、慌てて警察に電話をしました。玄関横の部屋からバスタオルを取って急いで玄関を出ると、あれ、誰もいません。どこに行ったんだ。ゲートの外に走り出したんですが、辺りは静まり返っていて小雨の音しか聞こえません。キョロキョロしていたところにパトカーが到着し、状況説明をし巡回してもらいました。翌朝になり警察から電話がかかってきたんですが、その子は発見できなかったということを聞きました。近所にあの年の子供はいないため、後からお化けだったのかなとも思いました。でも触れたんだけどな、とても不思議な体験をしました。この他にも不思議体験あるのでまた送らせていただきます。どっちだったんですかね。本当にね、女の子だったらね、遅い時間でびしょ濡れになって体も冷え切ってましたから心配なんですけども、でももしかするとやっぱりこの世の人じゃなかったんですかね。気になるのがね、なんかその最初ですよね。急に赤ちゃんの泣き声が遠くから聞こえ始めて、それがどんどん近づいてきて、でその後開けて開けてっていうで見ると、5歳ぐらいの女の子、赤ちゃんどこ行っちゃったんだろうっていう。もしかすると赤ちゃんに何か異変が起きて、で例えば家に親御さんもいなかった、そのお姉ちゃんだった5歳の女の子が雨が降ってた日に、もうとにかく赤ちゃんになんかこうね、心配で、なんかそのいろんなこう街を走り回って助けを求めていたっていうことがあった、何かこうそんなことがあった例とかなんですかね。ってなるとね、なんかこのお姉ちゃんと、そのね、赤ちゃんっていうのがどうなったのかなっていうのはすごく気にはなったりもするんですけども、不思議な体験ありがとうございました。さあ最後なんですけども、はい、こちらも
ちょっとこうなんかいろいろこう考えさせられるというような、本当にぜひ皆さんに聞いてほしいなという怪談、最後紹介します。ペンネームさよこさんです。亡くなった人は絶対に見守ってくれているんだというお話です。はじめまして、いつも楽しく YouTube 拝見しておりますさよこと申します。在宅ワークをしています。私のように亡くなった人のことで寂しく思っている人に伝えたくってこのメールをさせていただきました。私は父から DV を受けていたので家を出ました。その後今現在も絶縁をしています。妹は可愛がられていたので父と住んでいます。妹と私は連絡が取り合える状態でした。絶縁してから数年経った頃、大好きだったおじいちゃん、父方のおじいちゃんが亡くなったと妹から教えられました。私は幼少期体が弱く入退院を繰り返していたんですが、そんな私に体力をつけようとおじいちゃんは毎朝山道の散歩に連れて行ってくれたり、一緒にパンを作ってくれたり、そして一番期待しているぞ、そんなふうに声をかけてくれるとても優しいおじいちゃんでした。おじいちゃんは最後の数年は入院していて、私がお見舞いに行った時は体が骨と皮の状態、なんとか生きているというまさにそんな状態でした。そんなおじいちゃんが亡くなり、ものすごく悲しかったし手を合わせたかった。でもお墓参りに行って父と鉢合わせになってしまったらと思うと怖くて行けない日々が続いていました。お墓の場所が実家の近くだったのでとても近づけなかったんです。お墓参りに行きたい、大好きなおじいちゃんに手を合わせたい、でもできない、おじいちゃんに申し訳ない、自分は最低だとほぼ一日中布団に潜って落ち込んでいる状態が2年ほど続いてしまい、在宅ワークの仕事も手につかないといった感じでした。ある時いつものように布団に潜っているといつの間にか寝ていて夢を見たんです。ただこれ伝えるのが難しいんですが、夢の中のようなんだけど絶対に夢じゃないと思いました。暗闇の中に私はいて、なぜか体がない、魂だけで浮いているような状態でした。すると目の前にスポットライトのようなものがついて、パーンとこうついて、その光の当たっているそこにいるのがおじいちゃんだったんです。暗闇で自分は魂だけ、パーンとスポットライトのような光が向こうを指している、そこにおじいちゃんが立っていた。そこに立つおじいちゃんは入院して骨と皮だけの状態のおじいちゃんではなく、滑腹のいい体つきで少し若くなっていてしっかりと立っているおじいちゃんでした。会いたくて会いたくてたまらなかった、そんなおじいちゃんが目の前にいるのがたまらなく嬉しく、私は体がないのに胸が熱くなる感覚、泣いているのを感じました。祖父はお月さんのものとすると言いました。お月さんのものとする、よくこう聞き取れないわけですね。その声は普通の会話する声とは全く違い、心に直接響いてくるような、全身に声を浴びるような、とにかく耳だけで聞かされていないような感覚。音が大きく、途中の言葉が何を言っているか聞き取れませんでした。お月さんのものとする。おじいちゃんの言葉を聞いてすぐに私は「じいちゃん!」と叫び、泣きながら飛び起きました。今のは何だ、夢だけど絶対に夢じゃない、そう思い心臓がバクバクしていました。布団から出て少し怖いのでリビングでテレビをつけ、あの言葉はどういう意味だったんだろうと考えました。もしかして私が何年もうじうじしているから見かねたおじいちゃんが出てきてくれたのかもしれない。そうだとしたら、私はお墓参りに行けなくて申し訳ないと思っていたから、お月さんのものとするというのはお月様に手を合わせろって意味なんじゃないのか、そう思ったんです。
だから補足するならお月様に手を合わす、お月様をお墓というかお月様に自分がいるということにするという、そんなことを言ってたんじゃないかと考えたんですよね。そう思った時、私は不意に声を出し、お月様に手を合わせろってことと独り言を言いました。するとつけていたテレビがプツンと消えたんです。今までテレビが勝手に切れることは一度もありませんでした。それを見て、ああそうだよっていう意味なんだなと理解しました。例は電化製品を使うと聞いたことがあったので、今も見てくれているんだと思いました。おじいちゃんはちゃんと見てくれているんだと分かり、とても嬉しく涙が出ました。それから私はお月様がきれいだなと思った時は手を合わせ、おじいちゃんに私は頑張ってるよ、おじいちゃんもそっちで頑張ってねと話しかけるようにしています。またおじいちゃんに心配かけないようにしようと落ち込むことはなくなりました。最近ではあんまりじいちゃんに話しかけたらしつこいかと思うぐらいになっているので、手を合わせるのをあえて減らしているくらいです。亡くなってしまった人のことを考えてずっと落ち込んでしまう人の気持ち、痛いほどわかります。でもそんな人が身近にいたら私は毎回この話をするようにしています。目に見えないから気づけないけれど、絶対に見てくれているんだと私は思っています。だから私はもう寂しくありません。亡くなった人のことを考えて寂しい思いをしている人、そんな人がいたらこのことを伝えられたらいいなと思いメールをさせていただきましたということで、はい、そうですね。本当に、お父さんのことがあってね、やっぱりお墓参りに行けないっていう、そんなことで悔やんでいた時におじいちゃんからお月様のことをっていうこととするっていうね、そういうこととするっていうことは、お月様にいるからね、お月様にお参りしてもらったらもうそこにおじいちゃんはもうそこにいることにするよっていう、そういうことだったんでしょうね。月って本当不思議ですよね。なんか人は月から来たんじゃないかなんて都市伝説もありますけど、なんか花鳥風月っていうね、花鳥風景月、この花鳥風月って日本の四季で本当に綺麗なものをね表している4文字熟語という話もあるんですけど、ただこれ一説によると、人が年を重ねていく上で興味が湧いていくものの順番っていう話もあるんですね。若い頃とかってね、そんなに咲いてる花とかで気にも留めていなかったんだけれど、だから年を重ねてくると花って綺麗だな、街でこんなところにこの花が咲いていたんだって花にどんどん気持ちがいく、そんなタイミングってあるじゃないですか。で花に行った後、花鳥の鳥、なんか人間ってやっぱりいろんなしがらみとかストレスを感じる中、自由に空を飛んでいる鳥を見てなんかすごく羨ましいなとか、だから鳥に思いを馳せるっていう、そんなまたタイミングも来ますよね。でその後風景、やっぱり自然って綺麗だな、ね、もう本当に何十万年何億年っていうね、この地球が生まれてきてこういうね風景が作られてきたのかとか、あとはね、なんか人々が生きてきた、そういったね歴史もこの風景には刻まれてくるんですけど、こういうところを見て愛おしいって感じるような、そんなタイミング年もありますよね。でそういうふうに花鳥風景というところに気持ちがいくんだけども、最後に、人生の最後ですね、興味が湧くというか気持ちがいくのが月という話があるんですね。なんでしょうね。だからもしかしたら本当に人間って月から来たのかもしれないですよね。なので自分の人生が終わる最後のタイミングで自分のルーツ、年重ねるとね故郷が恋しくなるって話がありますけども、なんかそこの月の方に気持ちがいくのかななんていう。だ逆言うと怖いですよね。なんか月が最近気になるな、月めちゃくちゃ興味あるんですよねっていうのはが近いサインなのかもしれないですけど、でもなんかそういう花鳥風月っていうのが人が年を重ねる上で興味が湧いてくる順番なんだっていう話を聞いた時に妙に腑に落ちたんですね。でそうなるとやっぱりおじいちゃまもね、そこから来たんですけどもそこに帰っていく。
なんか月に亡くなった方がいるっていうのはあながちなくもないのかななんていうふうに感じました。はい、だから大事な人をね亡くしてしまったペットもそうですし、また会いたいなとか話したいなっていう方はね、なんか今晩もねちょっと外出てみて、月が出てたらね月の方にねちょっとこう話しかけたりとか、月に思いを馳せたりとかってしてみると、きっと亡くなった方とね気持ちが通じるんじゃないかななんていうふうに思います。僕もちょっとやってみようと思いましたね。素敵なメールありがとうございました。なんかね亡くなった方のことを考えて寂しい思いをしている人に伝えられたらいいなと思ってメールさせていただきましたっていう、きっとたくさんの方に伝わったんじゃないかと思います。送っていただいてありがとうございました。さあ、今回5人の方のね、お話を紹介させていただきました。ぜひ概要欄にありますメールアドレスの方にですね、ステッカー係というタイトル、書いて連絡先送ってください。番組特製2枚目のステッカー送ります。お待ちください。そして引き続き皆さんからの不思議体験もお待ちしております。どしどしご応募ください。よろしくお願いいたします。というわけで今回はこの辺で失礼いたします。島田秀平のお階段巡りでした。ありがとうございました。